あれ、どうやっても持てねえぞ。ガンプラ再生伸びねえんだよな。なかなかグッとくるものが見つからないですね。あ、これウェーブのテムジンじゃないか。懐かしい。110円とか嘘だろ。どうもヒデチュブです。そういうわけで今回のキットはウェーブのテムジンを買ってきました。こちらのキット、箱から読み取れる情報によると1997年の発売、定価が600円ですね。私これ発売した当初にすぐ買った記憶があって、実は今回人生2度目の購入です。だって110円ですよ。そりゃ買いますよ。思わず100均に買い物来たのかと勘違いしたぐらいですね。友達がセガサターンを持ってて、バーチャルも持ってたんですけども、2人でねめちゃくちゃやった記憶がありますね。ただ子供のお小遣いじゃツインスティックを買うことができなくて、あれにすごい憧れがあったんですけども、ゲーセンに行ってねやることもできなくて、なんでかというと私西日本のクソ田舎の出身なんですけども、当時のゲーセンってね昭和のヤンキーのたまり場だったんですよね。トラブルに巻き込まれるから絶対に行くな言われてましたからね、ゲーセンには。話が脱線しましたけど、まあそんなこんなでバーチャルのことは大好きで、いつかプラモデルになんねえかなと思ってたんですよね。当時はねウェーブとか寿屋からガレージキットしか出てなくて、プラスチックキットになるのを今か今かと待ってたんですけれども、ウェーブから製品化されてもう速攻で飛びついた記憶があります。うわ、なんかドキドキしますね。ランナーがクリアグリーンとイエローのランナー、ポリキャップとグレーのランナー、白いランナーが2枚、最後にオレンジのランナーですねこれ。あとはホイールシールが1枚と説明書ですね。うわ、なんかすっごいちっちゃい字で解説がいっぱい書いてありますけど、ダメだ、字が小さすぎて見えない。やめてやめて、無理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 。バーチャロンって表に出てこない裏設定が腐るほどあって、全シリーズ合わせて設定書くと分厚い本がね一冊作れるんじゃないかと思いますね。説明書の中は至ってシンプルな構成になってます。自分で部品をカットしろっていうのはないんで、この時点ではクソキットではないですね。はい、組み立てていきましょう。まず確認するのはランナータグです。いいですね。大きくて見やすいランナータグがちゃんとついてます。青島と富士見はこれ見習えよ本当に。組み心地に関しては至って普通です。当時の144分の1のガンプラとほぼほぼ遜色ない感じで組めますね。構造的にもねよくガンプラに似てるんで、多分ガンプラをベンチマークに開発したんじゃないかな。はい、腕が完成しました。全体的に合わせ目が出て、肘のポリキャップもむき出しだったりはするんですけれども、色分けは結構しっかりしてて、なかなか完成度が高いんじゃないですかね。手首は右手が武器持ち手のみ、左手が平手と握り拳、この2種類がついてます。拳の裏は結構肉抜きがあるんで、パテで埋めたりするとかっこよくなると思います。この当時平手がついてくるのは結構珍しかったんじゃないかな。足ができたんで見ていきましょう。ガンダムとはねまたちょっと違ったプロポーションをしてますよね、バーチャルって。クリアパーツが使われてはいるんですけど、これ挟み込みになってるんでいっそ塗装しちゃった方がいいかもしれないですね。なんとねアンクルアーマーがねこれ別体なんですよ。すごいですよね、この値段で。なんとびっくり、膝も二重関節です。すごい。膝関節は豪快に肉抜き穴があるんで、パテで埋めてあげればいい感じになるんじゃないでしょうか。胴体できました。首はポリキャップがむき出しになってます。サイドアーマーのポリキャップもむき出しになってますね。
フロントとリアのアーマーっていうのはね存在しないデザインです。あと腰回りのデザイン上、腰はねぐるぐる回ります。頭部完成です。いいですね。めっちゃ手無尽してますよ。合わせ目は頬にちょろっと出るだけなんで加工も楽だと思いますね。目の部分はホイールシールで色をつけることもできます。あれ、このシールもオレンジじゃん。セガサターン元い V コンバーターです。当時ロボットの背中にセガサターンがついてるって知った時は結構な衝撃を受けた記憶があります。蓋開いて左右の部品を開くことで展開状態も再現できるんですけど、ピンとかねちょっとポリキャップも目立つんで、自分は畳んだ状態で作ろうかなと思います。武装を見ていきましょう。大型の武器マルチブル B ブランチャーとボムです。ボムです。大事なことなので2回言いました。全部品完成したんで組み立ててみましたけれども、ビームランチャーがねどうやっても持たせられる気がしないんですよね。大きすぎてどっかに必ず当たっちゃうんだけど、どうすればいいか分かんなかったんで説明書の方を確認するとですね、手首外れとるやないかい。じゃあパッケージの方はどうなってるかっちゅうとですね、二次元の嘘バリバリ。しょうがないんでビームランチャーは一回諦めて、とりあえず完成しました。ウェーブのテムジンです。いいじゃないですか。110円でこれで買えるとか奇跡じゃない？いや当時の定価600円で考えてもすごく完成度は高いんじゃないかなと思います。いやしかしビームランチャーがうまく構えられないのがちょっと気になるな。切っちゃうかな。美女の声が聞こえたのでやっちゃいましょう。どれぐらい切ればいいか見ていきましょう。持ち手が拳に入りゃいいんでだいたい9ミリぐらいですね。切断する位置をマーキングしていきます。今回はタミヤテープで位置決めしていきましょう。こちら側は適当に位置を決めました。さっきの位置を基準に9ミリ離れたところにこちらもテープを貼りまして、ここを切断していきましょう。切るべし切るべし切るべし。はい、こんな感じです。まっすぐ切れなかったらね、ヤスリで調整とかしてください。もう一点気になったとこがあって、太ももの付け根の可動が思ったほどないんですよね。でなんでかと思って見てるとサイドアーマーのポリキャップに干渉してるみたいで、前後方向もねここにぶつかっちゃってスムーズに稼働しない。これは気になりますね。どうするかな。付け根の軸を下にずらすかな。というわけでここも切断しました。2ミリほど下にずらそうかなと思います。ランナーから作った棒も用意しまして、こいつと軸をまずは合体させましょう。そのまんまくっつけると絶対に強度不足なので、その辺にあった適当なクリップを切断して中に芯として入れ込んでいきます。軸にドリルで穴を開けまして、軸の中に線を押し込んで接着剤で固定します。自分はゼリー状の瞬間接着剤使うことが多いですね。接着まで時間ちょっと稼げるんで愛用してます。位置が決まったら瞬着硬化スプレー使って固めましょう。軸切断した側はだいたい2ミリ下げたとこぐらいに3ミリの穴を開けていきます。なかなか綺麗に穴が開くことはないんでね、微調整は後でやればいいと思います。いろいろ調整してるうちに穴がガバガバになっちゃったんで、ゼリー状瞬着で隙間を埋めつつ部品を合体させていきます。こんなもんかな。はい、改めて出来上がりました。ビームランチャーをまっとうな位置で持てるようになりましたね。あと足もち
ちょっと開き角が増えて踏ん張りが効いたポージングが取れるようになりました。いいんじゃないでしょうか。あとは合わせ目消して丸見えになっているポリキャップをなんとかして表面処理して塗装すれば完成ですけれども、もう満足しちゃいましたね。そういうことでこのキットはここで完成です。まあプラモ作りは趣味ですからね、作ってる本人が完成って言ったらそこで完成ということでいいんじゃないでしょうか。ということでウェーブのテムジのキットレビューでした。これが110円で買えるとか、コスパ神ですね。素晴らしい時代ですよ。もしこのレビュー動画見て欲しくなった方、浜北鑑定団にダッシュしてください。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったよって方、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。